今回は、半島の方々が日本に謝れと言ってくる中で、よく取り上げてくる貧妃暗殺についてお話しします。日本は学校で近代史はもちろん、この辺の歴史もほとんど教えないので、言われるがままになってしまうことが多いかもしれません。貧妃とは、李氏朝鮮末期の王、高宗の妻です。大院君とは、高宗の実父で、高宗の摂政を担う中で、政治的な実権を掌握していきます。高宗はどうも冴えないようで、反面妻である貧妃は活動的であったようです。貧妃は当初、日本型の開化政策を主張していました。日本から士官兵クラスの人間を何人も招聘し、軍事教育を行っています。これに対する反発による大院君側の暴動が、1882年に起こった鎮護軍乱です。日本の士官兵らへの放給や、訓練で使う弾薬、その他経費がかさみ、大元の朝鮮兵の補給が滞ったため、この不満を利用した大院君が主導したものと言われています。これに慌てた貧妃は秦に接近し、貧妃の要請に応じた遠征外は大院君を捕らえて、軟禁して貧妃を支援し暴動を鎮圧します。この事件により、秦による朝鮮半島の作法政策が明文化されることとなりました。そこで貧妃は、本型の開化政策を諦め秦に追従することとなります。中国志向の開化政策を取るようになった貧妃と、これまで日本型の開化政策を目指す人たちが分裂することになります。日本型の開化政策を主張したのが金玉均です。そして1884年に戊辰政変が起こります。これは密下天下と呼ばれる、金玉均ら親日開化派が起こした貧妃打倒のクーデターですが、再び秦の力によって失敗に終わります。戊辰政変を支援していた日本軍と秦軍の間で局地戦が行われます。政変が失敗に終わっても日清は睨み合いを続け、天津条約を結ぶことで緊張が緩和されます。条約の内容は、日清両国とも朝鮮半島から撤退する。次に朝鮮半島に出兵する際には、事前通告する、というものでした。つまり、次にどちらかが出兵すれば戦争になるという意味を含んでいました。日本と秦が朝鮮半島から撤退している間に、貧妃はなんとロシアに近づきます。ロシアと手を組めば、日本と秦に勝てると考えたのでしょうか。貧妃は当初は日本、次に秦、そして日清が撤退したらロシアに着くという、三つ股外交を行っていたのです。そんな時に1894年に甲午農民戦争、東岳島の乱が勃発します。暴動を鎮圧できない貧妃は、なんと再び秦に派兵を依頼したのです。当然日本には事前通知が届き、天津条約の破棄をもとに日本も出兵することになります。これが日清戦争の発端です。そして、天津条約の裏側で貧妃がロシアと内通したことが、ロシアの朝鮮半島への南下政策を推し進めることになります。ロシアはシベリア鉄道を建設中であり、アジア植民地政策を展開しようとしていました。あろうことか貧妃はその利権を引き込んだのです。日清戦争終結後、1895年、貧妃は暗殺されます。これは、逸尾事変と呼ばれます。貧妃暗殺の2日後、10月10日、貧妃の死亡が一般に公表される前に、大院君が貧妃の王后の地位を剥奪し、平民に落とす詔勅が交付されています。つまり、国外的には平民が死亡したということになっているわけです。朝鮮政府は、朝鮮国内で行った裁判で大院君の死亡とする判決を出しました。夫である高宗は1906年、長谷川義道を謁見した際に、私の部下の中に犯人がいたと述べています。また、ロシア公使館から貧妃暗殺事件の容疑で特赦になったウボムソンら6名ついて、王妃を殺害した張本人であるとして処刑を勅命で命じています。殺害現場にいた貧妃の息子である順宗は、ウボムソンが国母の仇であることを目撃したと報告しており、またウボムソン自身も自らが貧妃を殺害したと自白しています。ウボムソンは、順宗が放ったとされる刺客、コヨン軍らによって広島県呉市において1903年に暗殺されています。
敏妃暗殺に日本の外交官の三浦五郎が首謀者として関与していたとされますが、裁判では首謀につき証拠不十分として免訴されています。この事件をもって、日本が朝鮮の国母を殺害し、朝鮮を植民地化したという韓国人が多いのですが、時系列が全くおかしいです。この事件は1895年に起きたものであり、日韓併合は1910年ですから、15年前のこととなります。そして出備事変は1895年の10月であり、日清戦争講和の下関条約は同年4月となります。この条約によって朝鮮は初めて独立国となるのです。このように、この時、日本は朝鮮の独立自衛を目標としており、そのことによって朝鮮半島から清やロシアの勢力を排除することによって日本の安全保障となるという考えであり、それに反して三つ股外交を行うなど、その場しのぎであり、結果的に日清戦争の引き金を引き、ロシアと内通していた敏妃に対する日本側の憤懣と、敏妃を排除したかった大院君原の利害が一致したように見えます。仮に、三浦が首謀したものだったとしても、あくまでもこれは朝鮮内の政争であり、これに日本人が関与、協力したということにはなるでしょう。神護軍乱から敏妃暗殺までを見てみればわかるように、これは大院君と敏妃の勢力争いとなっています。下関条約により日本が朝鮮を独立国としたことをどうしても半島の人々は飛び越えてしまい、その後に起こった事件などをすべて日本による侵略と直感結合してしまう傾向があります。そしてその中で彼らは全員被害者というポジションとなります。日韓併合の決定的な引き金として日露戦争があります。これは敏妃が引き込み、その後、抗争によって拡大したロシア利権が原因となります。日露戦争後、第二次日韓協約によって日本は大韓帝国の外交権を剥奪し、1910年の日韓併合へと向かっていきます。つまり日本は朝鮮を独立させたものの、結果的には朝鮮が自主自立するという目標を諦めたのです。さて、今回は敏妃と日本の関係についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。